で一生懸命気になるから調べたり考えたり試行錯誤するじゃないですか。だからこの気づきの量っていうのが圧倒的にもう脳のマインド的に違うわけですよね。森社長、仕事で成果が出ない日が続いていまして明日から頑張ろうって思うんですけど、1日経ったらまただらけてしまうんですよね。でそういうのが結構もう何年も続いてるんですけど、どうしようもないんですかね。まあ頑張ろうって思ってるだけまだいいと思いますけど、なかなかちょっとやる気がこう長続きしないっていうか、はいだから森社長は結構こうずっと会社を作られてからこう走り続けられたと思うんですけど、努力する方法だったり、継続する方法とかあれば教えてほしいんですけど。まあそもそも努力って思ってるからハードル高いんじゃないかなと思うんですよね。なんか努力しなきゃとか頑張らなきゃとかって、なんか僕からしたら普通に何か物事があったら努力するとか頑張るとか当たり前のことだから、頑張らないとか努力しないとかっていう選択肢があることで、努力のそのレベル、質と量みたいな話とかはちょっと置いといたとして、でも頑張るとか普通に、何をもって努力っていう話もありますけど、普通だからなんかそうよくわかんない。例えば休み明けなんか仕事したくないなとか、暑いとやる気が出ないなみたいな時とかってないですか？細かく言えばないわけじゃないかもしれないんですけど、じゃあ月曜日仕事行きたくないなって思っても別に行くんでしょみたいな。で行きたくないと思う分だけなんか得ありますみたいな、そういうのしかないから、そんなこと考えないですよね、そもそも。だって行くもんだから。で行きたくないなって考えてなんか得あります？むしろなんか行きたくないな行きたくないな行きたくないなって考えてると本当に行きたくなくなっちゃうから、考えることすらもなんか意味ないじゃないですか。森社長は結構あれです、昔から10代の頃からそういう風な考え方でずっとお仕事をされてたんですか？考え方は分かんないですけど、頑張ることとかその努力することとか当たり前のことだから考えたことないですよ。努力するかしないかを考えたことがない。自分の中でもっと努力をしなければならないと考えることはあっても、なんか努力しないみたいな選択肢がないんで、だったらやんないですよ。やるなら全力ベストを尽くすみたいな感じなんですかね。だから目の前のことをやらなきゃいけないことに対しては、例えば何かを達成したいとか何か、目標があるとか、それに向かって一生懸命やるってことは当たり前だから、なんか言ってることがよくわかんないすいません例えば世の中的にもそうなんですけど、特に、自分もそうなんですけど、一応言われたからやらなきゃみたいなことって結構あって、でも本当に自分がやりたいことかって言われたらなんかそうでもなかったりして、なんか頑張れない瞬間って結構あったりするなって思う。だから誰かから言われたからやらなきゃいけなかったとしても、そのやらなきゃいけないことを頑張るのが普通だから、だったら別に会社でも何でもやめて自分でやりたいことだけやって食っていけるんだってやればいいじゃないですか。頑張ってもなんか例えば成果が出ないか、そういう時ってなんかモチベーション下がったりしない？それはやっぱりね、人間うまくいかない時はいろいろ考えてしまったりとか、それはもちろんあると思います。ですけど、じゃあどうすんのって言った時に、頑張らない選択肢は別にないわけですよ。誰かから、上司から仕事を頼まれましたと、それはやりたくないやりたいとか自分の感情とか、考えるからいけないんですよね。お前に選択権ねえよと。だとしたらもうシンプルに言われてやらなきゃいけないことなんだから一生懸命やるっていうのがもう普通だから、なんかそもそもそれを自分の中でやりたい仕事かやりたくない仕事かとかで選択してる時点でおかしいと思うんだよね。選択したいんだったら究極フリーランスにでも自分で会社作るにでもやればいい。森社長にとって例えばじゃあ努力ってどういうものですか？普通なんか努力ってじゃあ何なのかって考えた時に、やっぱ何かを達成するために、一生懸命に、頑張ることを指すみたいな感じだと思うんですよ。だからもっと言うと、だからしかるべき目標があってそれに向かって、頑張ることが努力することだと。なのでシンプルに目標を達成したいから頑張ることが努力であって、そんなのはもう日々日常普通のことなんでと言えばいいんですかね。例えば昔から自分で言うとなんかテスト勉強を頑張っていい点数取ったら親からなんかおもちゃ買ってもらいたいとかっていう時はすごく頑張れるんですけど、そうじゃない時は、宿題はやってもなんか手抜いちゃったりっていうことが結構あったりするんですけど、この社長とかはじゃあそういう自分にとってメリットがなくても全然頑張れる感じなんですか？そもそもなんか目の前のやることを、これは自分に何のメリットがあるのかメリットがないのかとか考えてる時点で、特に若い時はですよ、何言ってんのと。だからそういう餌がないと頑張れないやつにはなるなって社員とか子供にも言いますけど、とにかくその餌がぶら下げられないと頑張れない人になっちゃったら永遠に自立できないですよね。
目の前の餌だけしかぶら下げて頑張れないんだから。だからそもそも頑張ることに理由なんかいらないわけですよ。普通だから頑張るの。だからそこで俺頑張ろうかな頑張らないかなとかって選択してる時点で本当はおかしいと思うんです。なんでそこに選択権がだからあるんだと。頑張ることに別に理由いらなくないですかと。頑張ってやってはいいものの、途中で違ったなとか自分が思ったのと違うなって思う瞬間って絶対あると思うけど、なんかそういうのって嫌じゃないですか。なんでですか。なんか時間の無駄になっちゃうかなとか。いやだから若い時なんて何が時間の無駄で何が自分に有益かなんて正直自分の感覚値と全然かけ離れてるわけですよ。わからないわけですよ。でもポジティブに捉えればそれが無駄だったっていうことが分かったじゃないですか。これ50とか60になっておっさんでそんなことやってたらもうどうしようもないじゃないですか。でも別に20代前半とかでこれは無駄だったっていうことが分かったんだったらそれは無駄じゃなかったですよね。そのこと自体は無駄になっちゃったかもしれないけど、その自分自身で得た知識とか経験とか洞察とかっていうのは無駄じゃないじゃないですか。何事もやっぱりこう、ベストを尽くしていくことによって、得られるものは何かしらやっぱある。分かりやすいものはすごく短期的なんですよ。だからそれこそさっきの目の前の餌じゃないですけど、これやったら10万円あげます、これやったらこれあげますって、でも本当に大事なものは分からないですよ。分かりにくいもの、訂正でより訂正的になる。でこれはやっぱ時間軸が長くて後でブーメランで自分に返ってくることがほとんどですよね。さっきのそのこれをやって無駄だったんじゃないかっていう経験も得た知識とか経験、洞察からすると巡り巡って自分のなんか得るものにはなってるわけですよ。だから、もう一つ言うとだから目の前のことを頑張るっていうのがそもそもプリセットにしないといけない。それを自分でそもそも特に若い時はそうですよ、言い方ですけど知識も経験も浅いのに無駄じゃないかと思って自分で損得を働かせてること自体がちょっと若いのに、例えばだからそれこそ言うならばですよ、子供がまだ10歳なのにこの勉強って自分にとって意味ありますかって言い出して自分に意味がないと思うんで、目の前別に例えばじゃあ理科のこういう実験してこういうこと学んだって何にも意味がないんでやりませんと言って勉強ほとんどしないみたいな、それをじゃあ親だったらとか客観的に見た時にそれっていいことですかって思うんですよね。だって子供だって勉強で国語算数理科社会とかいろんなことをね、小学校からやっていって、いろんな分野ありますけど、ある程度全部触れることにいきなりですよ、理科のこの実験に触れたら超楽しくなっちゃってなんかこの研究をもっとしたいとかって芽生えちゃってその道に進んでいく、こんな可能性もあるわけじゃん。でもやるまでは全く知らないわけですよ、そんなことがあるとかで誰が何に引っかかるか分かんなかったりするじゃないですか。でそういう意味では子供として選択肢をやっぱいっぱいある状態でいろんなことをやってみて、でどこかで引っかかってどこかで興味持ってその道に一生懸命頑張って進んだことよくある話なんですけど、でも20代にもう大いにそれはあるわけですよ。にもかかわらずね、その可能性を自分で狭めていってるわけですね、好き嫌いやってると。だから好き嫌いとか時間が本当に無駄か有益かとかっていうのを大人になってからちゃんと判断できるように10代20代いっぱい無駄したらいいと思うんですよ。そのためにはやっぱとにかくやってみるとか、とにかく目の前のことを一生懸命頑張るっていうのをやっぱ心がけてやらないと、それこそ本当に人生の先輩からしたらですね、20歳そこそこでこれは俺に意味がないと思うからやりませんって言ってるのは、10歳の子供が僕これ意味ないと思うんで学校に行く意味がちょっとよくわからないんでとか、国語する意味がわからないんでとか、理科する意味がわからないんでって拒否するみたいな、変わんないですよ。ある意味自分の可能性をどんどん狭めていく話だと思うので、だからそうですね、目の前のことをやっぱ頑張る癖っていうのをやっぱプリセットにして、とにかく目の前のことを一生懸命やるっていうことを若ければ若いほどやった方がいいですよね。本社長はちなみになんですけど、仕事以外もそういう風な気持ちで取り組んでらっしゃるんですか？そうですね、割と何でも一生懸命やっちゃいます。例えばですけど、友達となんかボーリング行きましょうみたいな、ちょっとチーム戦でもやるかみたいな、個人戦でも何でもいいですけど一生懸命やりますよ。負けたくないし、どうせだったらベストを尽くしたいじゃないですか。でも大体ね、一通りいますよね。なんか別にボーリングしたいわけじゃないし、勝っても何もねえからなんか適当にやり過ごすやつみたいな、一緒にいて面白くないしつまんないじゃないですか。せっかくここでボーリングでじゃあ遊びましょうってなってるわけだから、一生懸命そこでベストを尽くすとかっていうのは当たり前の話。何がもらえるとかもらえないとか置いといても、目の前ボーリングやろうってなったんだからボーリング一生懸命やれよと、そういう癖が必要ですよねと僕は思うんですよ。結構子供の頃からというか小さい頃から森社長は目の前のことを一生懸命手を抜かずにやるタイプの気持ちでずっと常に取り組んでらっしゃる。そうですね、そうだと思います。とにかく目の前のことを一生懸命やるっていう癖は昔からあったと思うんで、なんかこれちょっと手抜いてやるかみたいな感覚は一切ないですよ。そういうだからその思考の中続けじゃないんですけど、手を抜いてやるっていうその選択肢自体がある時点で良くないのかもしれないので、そういう気持ちにならないように自分をこうマインドセットしていくっていうのも一つ大事なことなので、手を抜くとか適当にやる癖って本当に危ないですよ。これもう習慣、これも癖になっちゃう。だから何事も
興味湧かなかったら適当にやる癖、大体のことがもうその人ってほぼ 99% のことを適当にやりますよね。だから興味がめちゃめちゃ湧くっていうもの以外は適当にやる癖になるんですよ。そうすると自分の狭い範囲の視野の中で、経験の中でその興味があるみたいな最初から思えることなんてあんまないと思うんですよね。もう一つは何事も頑張るっていうことをやると気づきをいっぱい得れるんですよ。でも適当にやる人は気づき得れないですよね。例えばもうさっきのボーリングの話なんですけど、例えば一生懸命ボーリングでベスト出そうと思ったら1投目こう投げたけどうまくいかなかった。どうしたらうまくいくんだと。もうちょっと右から投げてみようとか、こう投げ方変えてみよう。なんでじゃあうまくいかなかったんだ。いっぱい考えるじゃないですか。そうするとこうした方がいい、ああした方がいいとか、こうやればいいんじゃない、気づきが出るわけですよ。一生懸命調べたり一生懸命考えたりするじゃないですか。その考える癖とか何かしら気づきを得れたりするわけですよね。例えばじゃあそれこそボーリングでいい点数出そうと思ったらいきなり YouTube 見て上手い人の投げ方を見てちょっと真似してみようとかですね。自分はこういうのが良くなかったんだとにかく気づくわけですよ。でも頑張らない人は気づかないんですよ。だって別にやることが目的化してるんで、手段が目的化してるんで、別にやろうって言われたからやってるだけで自分興味ないんだな、適当にやっとこうっつったら別に変な投げ方しようと変な失敗しようともうしょうがないっつって別に自分やりたくないからとか上手くなりたいわけじゃないから結果出したくないわけじゃないから何にも気づかないんですよ。これが仕事でも往々にして起こってるんですよ。適当にやってる人は気づきがないです。だってやることが目的でこの時間過ぎればいいやと思ってる。何にも気づかないです。一生懸命にやってたら気づくんですよ。もっとうまくいく方法はないか、なぜこれうまくいかないんだとかで、一生懸命気になるから調べたり考えたり試行錯誤するじゃないですか。だからこの気づきの量っていうのが圧倒的にもう脳のマインド的に違うわけですよ。目の前一生懸命やる人っていうのはとにかくいっぱい気づきがあるんです。そういう癖になってるんで、だから仕事もうまくいきますよ。でも適当にやる人は何にも気づかないんです。別にだって興味ないから。一生懸命やってると、そのすぐに成果出るか出ないかは置いとくとしても、こういろいろ気づきが多くなるので、それが積み重なっていけばいずれ成果として何かしらこう出るかもしれないし、出る確率がやっぱ上がって、で逆にそうではない人たちは手段がこうできないので、その時は楽かもしれないけどあまりこう成果が望めないっていうような形になってます。そうですね。なので気づきも得れないから成長鈍化するし、だからつまらないし、例えばだから理科の実験ですとかって言われてね、これを入れるとリトマス紙の色が変わりますとか、面白いと思って、じゃあこれ入れたら何色なの、これ入れたら何色なの、これが何色になるってことはどういうことなのみたいな、やっぱ考えていくじゃないですか。それってじゃあこういうことなんだ、ああいうことなんだ、じゃあこれやってみたらどうなんだろうとかってなるじゃないですか。めちゃめちゃ気づきがいっぱいあるわけですよ。これってじゃあ応用したらこういうことになるんじゃないかとか。でも興味ない人でとりあえずやれって言われたら、はい、赤に変わりました、はい、青に変わりました、はい、緑になりました、はい、早く終わんねえかな、はい、終わりました。何にも得てないです。何にも気づいてないから。だからこれは仕事では往々にして起こっていて、例えばじゃあ1日本当にやる気なくて惰性でいった頑張らない人はちょっと譲ってあげて1個ぐらい気づきがあったとしましょう。1日8時間働いて1個の気づき。でも本当に一生懸命頑張る人っていうのは100個ぐらい気づき持って帰るとかざらにあるわけです。1日で10個だとしましょう。10倍ですよね。これを年間200日続けたらどうなりますかって言ったら、年間で考えたら200個気づきがある人と、2000個気づきがある人とってなって、これが年々積み重なっていくわけです。この習慣で、そりゃ仕事できるできない分かれますよっていう結果にしかならないだけの話なんで、頑張らないっていうまずことはなくそうと。そうですね。いうのがまず一番大事。もし社長がちょっと今日、例えばこう疲れが溜まってて、頑張るっていうあれがあったとしてもなかなか普段通りいかないなとか、悩みというか考え事があって集中しづらいなって時に気分転換だったり努力を継続するっていう意味でもどういうマインドセットの仕方してるのかちょっとコツがあれば教えていただきたい。一つはやっぱ集中力ってそんなに長く続かないのはもちろんあるので、少し休憩するとか、すごい使ってる脳を一回休ませるとか、もちろんあるかもしれませんし、あとは逆に忙しくしますよね。例えば僕だったらすごく頭を使って考えなきゃいけない。例えばクリエイティブ的な仕事だった時に量じゃなくてやっぱ質だから、何時間考えたかっていいもんが出るもんじゃない。こういう仕事をするような時って経営者多いんですけどね。量より質のところ。あともう一つ仕事でいうとやっぱ量のところで、そのクリエイティブさじゃなくてやるべきこと、今言い方悪いですけど考えるというよりかはもうとにかくこなすみたいな、やるみたいな仕事ってあると思うんですよ。作業みたいな話ですよね。こっちで困った時はもうひたすらこっちに切り替えるとか、僕はいつもだから仕事は常に何個か持っていますけど、こっちを考える時間を取ってに行き詰まったらこっちの仕事してそれはってやるとか、こっちはやっぱやんなきゃいけないというか、分かりやすくて作業みたいな話なんでやること決まってるからパン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 できるじゃないですか。そういうのの切り替えとかを割としているかもしれない。同じ仕事するんでも質の違う仕事を切り替えることでちょっと脳を切り替えるんですけど、気分転換すると
そうですね。だからいつも常に仕事は何個か持っている状態で、期限とかもちろんありますよ、ありますけど、こっちをやんなきゃいけないけど、行き詰まったようにこっち用の仕事も用意しといて、パンパン切り替えていくみたいな。なるほど、大変参考になりました。改めて、明日から頑張ろうって思いながらもなんかだらけてしまう人たちに対して、努力する、モチベーションですね。今回のテーマで言うとあれですけど、だから目の前のことをやっぱ頑張る癖をちゃんとつけましょうと。これ頑張るか頑張んないかとか、そもそも選択いらないからと。頑張るんだよ普通にって、それしか選択肢ないよと。ちゃんと切り替えることが重要ですし、なんか考えちゃう、これなんかちょっと忙しいからやりたくないなとかって、暇なんですよ。暇、仕事が楽なんですよ。忙しくしたらいいんですよ。そんなこと考える暇ないぐらい。とりあえず今ある目の前の仕事を頑張る、ベストを尽くしてやっていく。はい、もう一つ言うならば、同じ仕事で100の仕事で1日やるとしても、これを105にできないかとか110にできないかとか常に考えてやるわけですよ。そしたらそんなやりたくないなとか言ってる暇ないですよ。そうやったら今よりもうちょっとよくできるかな、そういうふうに考えていくと、仕事もちょっと楽しくなってくるし、主体性持ってやっぱ臨める。だから追加で言うとよく言ってるのは、はい1日分のあなた仕事です100渡しますって言われた時にどう考えるかってすごく重要で、僕は普通の人がこれ1日がかりでやる仕事なんだと思ったら、ちょっと俺はね、なんなら半日で終わらせてやろうかなぐらい思うわけですよ。半日で終わる方法ねえのかみたいな、常にそう考えるんですよ。でも普通の人は1日分の仕事だって与えられたんで1日かけてやろうとするんです最初。お前凡人だって自分で言ってるってことじゃんみたいな。私それ嫌なんで、会社として、1日分の1人分の仕事だと思われたことを投げられた瞬間に絶対1日かけないで終わらせてやると思うんですよ。なるほど。そうするとやっぱりいかに効率化するかと。そうで、そういうこと頭使うじゃないですか。じゃあそれ80で収まるようになりました。で20は空いたからってまた仕事振られるわけですよ。喜んでやりますよ。そうするとどんどんあの人は仕事も早いしいい信頼もあると思います。大体の人は同じ給料なんだからわざわざ自分の仕事を増やすことないじゃんってやるんですけど、それは金しか見てないわけです。マインドを少し変えるだけでなんか普段やってる仕事も、なんかより楽しみながらやれてる感じが聞いてしました。いろんなことできるとか、人より多くできるとか、よくできるとか、そういうことをやっぱり常にその負けず嫌いなのか、で目の前のことにベストを尽くすっていうテーマなのかやっていれば、自分のやれることが増えるイコール知識経験増えるし、巡り巡ってだから自分にはすごくいいですね。お金以外の知識とか経験とか洞察的なものがどんどん蓄えられるから、それが後々の収入につながっていくわけじゃないですか。ですからすぐに帰ってこなかったとしても、それがいずれはそういうふうなつながっていくってことですね。ご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは、ビジネスに役立つ知識、その他含めていろんな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてこの動画にもいいねをつけてくれると嬉しいです。ありがとうございました。